んにちは。ゆるまりさこです。今日は台風で延期になった試合、アウェイでジュビロ磐田と対戦します。新幹線に乗る前に朝ごはんを調達。メルヘンというサンドイッチ屋さんがオープンしていました。甘い系としょっぱい系があり悩みましたが、私はクリームチーズサーモンにします。今日は西鉄旅行さんのアウェイツアーに参加しています。自分で試合のチケットや新幹線を確保するよりプラスに料金がかかりますが、確実に観戦チケットがゲットできるので時々利用しています。チケットも受け取りましたし、そろそろ出発しましょう。サンドイッチは安定の想像した通りの美味しさでした。マリノスは前回の試合で J1 残留を決めましたが、対戦相手のジュビロ磐田は J1 残留を争っている状態です。どんな試合になるか楽しみですが、どこか緊張感もあります。1時間6分くらいで着きました。ここから在来線に乗り換えて、スタジアム最寄りの御厨駅まで向かいます。14分くらいかかりました。駅から強いサッカー色を感じます。駅からスタジアムまで歩いて向かいます。歩いて20分くらいはかかると思います。スタジアムが見えてきました。ご当地ジュビロくんかわいいですね。今日の試合にかける思いが伝わってきます。早速スタグルを楽しみましょう。メロンジュースはすっきりした甘さで美味しいです。ご飯物も食べたいですね。ポキ丼を買うぞ。そろそろスタジアムに入場します。
日はヤマハスタジアムにご来場いただきまして誠にありがとうございます。イベント背番号6伊藤マトご覧の通り、1対1で前半を終了しました。パートナーはスポーツくじ、オフィシャルチケッティングパートナーはピア。ジュビーちゃんがサポーターの皆さんにご挨拶をしています。明治安田 J1 リーグ第29節サーラグループマッチ、ジュビロ磐田対横浜F・マリノス、まもなく後半キックです。
24、明治安田 J1 リーグ第29節サードグループマッチ、ジュビロ磐田対横浜 F ・マリノス、ご覧の通り3対4で横浜 F ・マリノスが勝利しました。本日はヤマハスタジアム磐田へのご来場誠にありがとうございました。お忘れ物のないようお帰りください。こちらまでお越しの方は安全運転でお帰りください。そろそろ帰ります。試合を見るのはすごく楽しいけれど、試合結果がチームの運命を大きく変える可能性があるって考えると、どこか怖さも感じてしまう。それがサッカーの面白さにもつながっているのだと思うけど、リーグ戦終盤に感じる独特の緊張感には一生慣れなそうです。帰りの新幹線まで少し時間があるので、ご飯を食べていこうと思います。ここは静岡のご当地中華レストランらしい。浜松餃子、初めて食べます。餃子のタレで食べるようです。野菜たっぷりの餃子に酸味を感じるタレでさっぱりいただけます。五目焼きそばはすごいボリューム。麺がパリもちっとしていて美味しかったです。今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら動画の評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。